今回は F15C での AIM-9 サイドワインダーの発射手順について解説します。サイドワインダーの発射については VS モード、ボアモード、ケージモード、アンケージモードの4つを紹介します。 DCS 内で F15C が装備できる AIM-9 シリーズはこちらになります。今回のミッションでは 9L の発展系である AIM-9M を搭載します。それではまず VS モードでの発射を解説します。3キーで起動する VS モードではレーダーが垂直方向にマイナス2度からプラス55度、幅 2.5 度の範囲をスキャンします。ロック範囲は最大10マイルで、この範囲内で最初に検出された近いターゲットに自動でロックがかかり STT モードに移行します。左手側の MiG-21 のロックが完了しました。標的に接近してきたので HUD の画面について解説します。画像を見てください。赤枠で囲ったラインの右側に太い横線が3つ、左側に1つのマークがあります。それぞれの意味ですが、まず一番上の太い横線は RPI といって起動していないターゲットに対する最大射程です。これは回避軌道とかを取っていない標的に命中する最大射程なのですが、この距離でミサイルを撃ってもあまり命中は見込めません。次に真ん中の横線は RTR といって起動するターゲットに対する最大射程になります。そして一番下の横線は RMIN といってミサイルの最小射程を示しています。そして左側にある矢印のような記号は現在のターゲットに対する距離を示していて、この記号が RPI に入ると発射可能ランプが点灯し、それを意味する音も鳴ります。理想としては RTR と RMIN の間に矢印のような記号がある時にミサイルを撃つのがベストだと思います。ただ自分が敵機に接近しているということは相手も近づいてきているということなので、敵のミサイルが時期に命中するリスクも高まります。敵機がこちらに攻撃を仕掛けてきそうに感じたので RTR 手前ですが牽制の意味で FOX2 フレアを巻きながら少し敵との距離を取りつつ、もう1機の敵機の位置を確認しておきます。先ほどよりも近い距離で敵機とヘッドオンの形になったので撃墜を狙って FOX2、敵もミサイルを発射したのでフレアを巻いて命中しないことを祈りながら回避軌道を取ります。スプラッシュ、そして幸運にも敵機のミサイルが外れました。では残る1機を撃墜しに行きたいのですが、まずいことに投降者は残りのミグを見失っています。ここで敵機からのレーダーロックを探知してようやく敵の位置を把握できました。後ろを取られていてかなりまずい状況です。フレアを巻きながらドッグファイトに入ります。FOX2、これは命中しそうですがあと少しで外れてしまいました。ミサイルにかかる G を少しでも少なくしたいので敵機を機首に捉えて FOX2、スプラッシュ1、いやなんとか無事に VS モードで敵を撃墜できました。まあ何度か敵にやられてはいるのですが、では次にボアモードで発射を行います。ボアモードではターゲットがボアレティクル内にあり、距離が10マイル以内であれば自動でロックがかかります。ボアは視界内で素早くターゲットをロックできます。ロックを完了した後は VS モードの時と同じように敵との距離を確認しながらミサイルを発射しましょう。敵機を捕捉したら高音のロックトーンが聞こえるのでこの状態を維持しましょう。FOX2、スプラッシュでは残りの1機に狙いを定めます。この距離なら命中するでしょう。FOX2、おっと残念ながらフレアにミサイルが欺かれてしまいましたね。再度攻撃を仕掛けます。FOX2、
プラッシュ1、ここまで VS モードとボアモードを紹介しましたが、基本的に意識することは同じなので、好みに応じて使い分ければいいのではないでしょうか。それでは最後にケージモードとアンケージモードでの発射を解説します。ケージモードは6、キーを押すことで設定できます。このモードではサイドワインダーのシーカーが機体の進行方向に固定され、パッドの中央に表示されたレティクル内に目標が入った時のみロックオン可能です。一度ロックしてもターゲットがレティクルの範囲を外れるとロックが解除されてしまいますが、逆に密集したターゲット群から狙ったターゲットを正確に選択して攻撃する場合に適しています。アンケージモードは同じく6、キーを押してケージモードから切り替えられます。このモードではパッドに2つのレティクルが表示されます。外側の大きなレティクルはミサイルシーカーの視野範囲を示し、内側の小さなレティクルはシーカーが現在見ている方向を示します。目標をロックオンするとシーカーはターゲットを自動追尾し、高音のロックトーンが聞こえます。アンケージモードのメリットは、一度ロックした目標が動いても追尾し続けるため、ロックが外れにくく、動きの速いターゲットに対して特に有効です。またシーカーが自動追尾するため、ステルス性に優れ、敵に探知されにくい攻撃が可能となります。まとめると、ケージモードは一点集中型で特定の目標をピンポイントで攻撃する場合に有効。アンケージモードは自動追尾型で動きの速い敵機への攻撃や敵に察知されにくいステルス攻撃に有効と言えますね。状況に応じて使い分けましょう。今回の動画は以上になります。この動画をいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。